ご視聴ありがとうございます。さて今回はランタボエンジン再始動編です。それは前回板金塗装編の撮影中にパテ盛り研磨も終わり、プラサフを塗るため移動しようとした矢先、エンジン始動せず車検も間近に控え、塗装どころではなくなり、軽いパニック状態。原因究明とあれこれ部品交換、純正部品は出ないし汎用部品は合わないし、最後までゆっくりしていってね。というわけで先日作業が終わり、数日ぶりに移動しようとしたところ、突然エンジンがかからなくなってしまいました。ボンネットを開けてみます。もう一度やってみます。かかったと思ったらすごい振動と謎の白煙が出る始末。止まってしまいました。セルは元気に回っていてかかりかけたりするので、充電点火系は問題ないと思うわけで、なんか燃料が来ていない感じ。7万キロを超えていたり、しばらく動かしていない車に燃料ポンプの不具合が発生しやすいと聞いたことがあります。もちろん走行中や信号待ちでも止まることがあります。叩いたり休ませたりすると一時復活することもあるようです。車の下に潜って確認したいと思います。ランサーを EV モードに切り替えて少し前に出します。嘘です。セルモーターです。下に潜るため自作のスロープに乗り上げます。わずか10センチしか上がりません。セルを回しながらハンクラッチ、前後に揺らして勢いをつけて、最後は根性で回し続けて、もう少しだ、頑張れ。よし、OK。まずは燃料ポンプなのか原因を特定していきましょう。ポンプから送られた燃料はこのフィルターを通ります。このフィルターを通った燃料はスロットルボディに向かいます。このパイプを通りミキサーに入ります。バッテリーのマイナスを外します。ここまでガソリンが来ているか見てみましょう。2本のボルトを外すとガソリンが出てくるはずです。圧力がかかっていて吹き出してくるので受けを用意。100円ショップで売っているポリ瓶です。ボルトが外れたので横に引き抜きます。出ました。でも吹き出してこなかった？出てきたガソリンの量も少ない。セルを回してクランキングするのでマイナス端子をつなぎます。セルを回すと燃料ポンプが動くはずなのに出てきません。燃料ポンプ確定ですね。ここで燃料フィルターも見てみましょう。
燃料ポンプとセットで交換した方が良い部品ですね。ブラケットごとボディから外します。燃料タンクから来ているホースを外します。中から燃料が出てくるのですぐに受けを用意。だいぶこぼれちゃったけど、中からこんな色の液体が。これはガソリンなのか、それとも水なのか。いずれにしてもこの色は良くない。今回この状態に気がつくことができてよかったかも。純正部品は出ないので、某奥で燃料フィルターを入手しました。一応適合欄にランタボの名前がある同形状のものです。ワッシャーも付属していました。メーカー不明で4800円でした。当時の純正とほぼ同じ値段でした。ブラケットに組み替えます。色やフィッティングが多少違いますが、同形状同サイズの社内品です。同サイズだから加工なしでとても楽でした。燃料タンクから来ているホースを接続します。ブラケットをボディに取り付けます。ミキサーへ行くホースを取り付けます。燃料ポンプを外すのでガソリンを抜き取ります。エーモン工業さんの給油ポンプ。空っぽにすることは難しいけど、できるだけ頑張って抜いておきます。古いガソリンは駒瀬さんに消費していただきました。駒瀬さんありがとう。では燃料ポンプに行きましょう。かなり狭いです。燃料タンクの前についていて、古い車に多いアウトタンク式です。エンジンルームに向かうポンプ出口のホースを外します。本来は圧力がかかっているので吹き出し注意です。先にフィルター側を抜いたので圧力はかかっていないです。カバーの4本とステの2本のボルトを外します。カバーを避けると見えてきます。電源コネクターを外して燃料タンクのホースから抜きます。組み替え作業のため一旦部屋に持ち込みます。これが外した純正燃料ポンプ。残念ながら生産終了のため新品を手に入れることはできません。そしてこちらが汎用社外品。バッテリーを直接つないで動作テスト。動作正常ですね。純正配線をカットしてコネクター経由でも作動を確認。ちなみに外した古いポンプにバッテリーをつないでもやっぱり反応なし。完全に終わっているようです。付属品をチェックしてみます。ホースニップルが何個か入っています。しかしポンプ出口の構造が純正と明らかに違う。長さも違うしピッチも違う。全長も長くなりそうでこれは困ったぞ。ポンプ入り口側もパイプ径が純正 12mm に対し
社外品は 10mm なので変換が必要。ホルダーを緩めて古い本体を抜いて新品の本体だけを組み替えます。付属の端子を元の線に圧着。曲線が書いてあるのでリード線に黄色の印がある方をプラスに接続。バッテリーにつないで模擬テスト。プラス側を確認してコネクターに接続。出口から風が出てきたので OK です。こちらがエンジンルームに向かう出口側。見にくいですが上側の内径が下側の内径より大きい特殊な形状をしています。厚みも 12mm あって社外品付属のニップルに合いません。燃料タンク側のホース内径が 12mm で社外品が 10mm でこちらも合いません。純正ポンプを見てみましょう。出口側のサイレンサーで車体側の盤上アジャスターを挟む形状です。入り口側には小さな三角錐のフィルターを内蔵しています。詰まりやすくて不具合の原因になることもあるようです。出口側は蓋をするように外周がかしめてあります。組み替えたものと並べてみます。この段階で全長が長くなることがわかります。約5センチ長くなります。南米の密林で内径 10mm の対油ホースと 12mm、10mm 変換ニップル、接続系 10mm の燃料フィルターを購入。ポンプ全長が長くて収まらないので延長ホースで逃がしたついでに新たに燃料フィルターを追加しようと思います。付属のニップルを使う前提だと形状と長さ、ネジのピッチも違うのでサイレンサーがつきません。いろいろ悩んだ結果、この部分をどうしても使いたいので分解します。格闘すること30分。やっと終わりました。ドライバーでこじってみます。端子カバーが邪魔してました。外れました。付属のニップルを使ってこれに合体させるつもりです。余分な部分をカットします。まずは外径 10mm のニップルにピッチ 1.0 でネジを切ります。ダイスを乗せて水平を確認します。オイルを少量垂らします。約4分の3回したら4分の1に戻すを繰り返しながらネジを切っていきます。途中は割愛します。できました。今度はこれにピッチ 1.0 でタップを立てていきます。
その前にロール板で下穴フィルムリを作ります。OK です。途中は割愛します。できました。こんな感じで合体させます。ニップルが長いので適切な長さにカット。純正流用部品もカット。いい感じにできました。ネジ加工はしましたが、ガソリンにも強い JB ウェルトで接着。20分で金属のように硬くなります。中心の穴を塞がないように気をつけながら、側面だけに塗って補強します。はみ出た部分はきれいに整えてと。これで漏れ対策も完璧です。サイレンサーもつけてみます。合体して完成です。やっと準備が整いました。電源コネクターです。燃料タンクのホースです。エンジンルームに向かうホースです。燃料タンクの内径 12mm のホースに 10mm 変換ニップルをつけます。内径 10mm の対油ホースに新設する燃料フィルターをつけます。ニップル分の長さでカットして取り付け、ホースバンドを調整。ポンプをつける前にすでに反対側に届いてしまいました。先にエンジン行きのホースにサイレンサーを取り付けておきます。モンキー2丁掛け。ポンプ本体を回してねじ込み、カバーを取り付け、ポンプ入り口をモンキー2丁掛け、ポンプ出口モンキー2丁掛け、黒ゴム接着剤で端子を絶縁。ポンプ入り口側に対油ホースを接続。カバーを取り付けて固定。ホースに無理をかけないようにぐるりと一周トグロを巻きます。取り回しを考えながら適切な長さにカット。燃料フィルター出口にホースを接続し、これで全てがつながりました。あとは結束バンドで収まりが良い形で固定。完成です。それではいよいよ新鮮なガソリンを入れましょう。それではセルを回してみますよ。まるで何事もなかったようにごくごく自然に復活です。圧力がかかった状態で燃料漏れがないか確認します。漏れていたら増し締め。
よし、久しぶりに走るぞ。また見てね。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。